伝統と最先端技術。海外では日本に対してこのようなイメージを持ちます。しかしこの2つの概念は必ずしも対立するものではありません。ではその一例を見てみましょう。京都西陣吉村織物の工場にやってきました。明治初期に設立され、今もなお心ときめく木姿の美しさを求め、古典を大切にしつつ創造的な帯を作り続けています。百綴れ、濡れ脱ぎに代表される独自の帯作りは世代を超えて人々を魅了してきました。内端、自社工房で食器を持つことは今では京都でも少なくなった光景です。1873年にフランスから輸入されたジャカード食器の技術が今も使われています。しかしこの伝統を残すには多くの課題が浮かび上がります。職人の高齢化に伴い、機織り作業はますます厳しくなっています。工房内の足場が悪かったり、危険な作業も多数あります。またコロナ禍では職人たちが工場に日常的にアクセスするのが難しくなりました。その中、ジャカード機の登場から2世紀、吉村織物は再度フランスからの新技術の取り入れを試みました。遠隔でも手軽に知識を伝えることを可能にする AMA 社の現実補助ソリューション、エクスパートアイ。スマートグラスを装着した実習生を職人はパソコンを使って監視し、遠隔で同行します。新人の動き、目線をリアルタイムで確認できます。そのため、離れた場所でも簡単に指示を出すことが可能です。例えば職人にとっては危険な場所でも若手がアクセスし、安全を確保しながらチームで効率よく作業を行えます。遠隔で写真を撮り、それに手記を加え、正確な指示を出すことで弟子と職人が意気投合し、お互い協力し合って機械の修理が行えます。トラブルシューティングに加え、エクスパートアイはトレーニングにも生かされています。40年以上のキャリアを持つ職人さん、西陣いち早いその手さばきを継承し、長年磨けてきた熟練の技を伝えることが課題です。例えば毛つなぎ、途切れた糸を結び直す繊細な作業です。しかし遠隔で若手の目線や動きをフォローし、適切に誘導することでいとも容易に作業が完了。このように現実補助、エクスパートアイの秘める可能性は様々です。機械の補修、トレーニング以外にも、吉村織物の情熱をお客様や一般人に伝える手段としても使えます。職人技に最新技術を融合させ、AMA は伝統の継承に貢献していきます。